じゃあ皆さん今日よろしくお願いします。今日トラフ岳っていう竹をご覧いただきます。で、トラフ岳ってこういったね、虎の模様がついた特別な竹なんですよ。かっこいいですね。すごい。こういった虎模様の竹ってあんまり見たことないと思うんですが、そこのトンネルからこれずーっとカーブ曲がってですね、そこの山にまたトンネルがあるんですけど、このトンネルとトンネルの間のこの山、今皆さん後ろの方に見えてるこの山、ここでしか育たない竹なんですよ。と、あそこに鉄塔が立ってる。あそこが峠になってるんですけど、あそこまで竹があるんですけど、下からね、鉄塔越したら竹が一本もないっていう、ちょっと不思議な地域です。1200年続いてるこの山道がずっと続いてるんですよ。遍路さんってあったら、不思議な山やねって。この下からずっと歩いてきて竹ばっかりやったけど、峠から向こう越したら竹が一本もなくなるね、不思議なとこだねってよくね、言っていただけるそういった地域です。で、そこでしかこの竹ができない。で、その竹を今日はね、皆さんに実際竹林に行って見ていただきたいなというふうに思ってます。じゃあ移動します。これがね、虎竹っていう竹。で、こういうふうに山から今ちょっとですけど、これはどんどん出てきてですね、これが2トン車いっぱいぐらいになったら積みに来て、土場に運んで選別するという。この虎竹の里にはですね、今から上がっていくんですけど、こういった小さい道がね、毛細血管みたいにたくさんあって、で、これは何の幅かというと、そこにちょっと白く今ビニールかけてますけど、あれ、虎竹を運び出す機械なんですよ。で、機械が通るだけの道幅、こういった山道がね、たくさんあります。こういった土の道、今歩いてきた道もそうですよ。これ人が通らなくなったら、もうすぐダメになるんですよ。ところがやっぱりこの道が江戸時代から延々とずーっと続いているというのはこの地域の宝です。うちもこの仕事始めて130年なんですけど、こういったこの山道、この守り続けてるってことにね、すごい意義を感じてやってます。これ毎年雨が降って崩れる、あるいはその草生える、木が生える。さっきちょっと山道の峠の話したんですけど、峠まではうちのとこも2トン車が入れるんですよ。ところが峠越したらもう全然人が歩けないぐらいなの。そういったもう景観を守ったり、やっぱり地域を守っていけるって、やっぱこういった竹で経済、地域を守っていけるっていうのは非常に自分たちの役目だし、意義だと思ってます。これね、これが山から竹出してくる機械なんですけど、このキャタピラで結構今から歩いていくんやけど、ものすごく急なんですよ。で、これでキャタピラついてないと上がれない。で、これ船って言うんやけど、竹が長いんでね、ずーっと伸ばした竹を長いまま運び出すための機械です。担ぎだと、たくさん人がいればね、それもいいんですけど、なかなか山で竹切る人少なくなってますからね。この道を挟んで、こっちが虎岳。こっちが妄想岳。違いどこでしょう？節の長さ。ああ、ね、それも一つだね。明確に、竹を見分ける方法があります。色。直径の大きさってのは分かりますよね。注目するのここ。これ節。これ妄想だけ竹節一本でしょ。ところが、こっち見てください。これ八君の仲間になるんやけど、虎だけ。背が2本でしょ。ほら、2本でしょ。ね、これは誰が見ても分かりますんで、妄想だけでもね、これ太いんやけど、もっと細い妄想だけもありますから。で、八九とかマダケでも、もっと太いやつもありますから、妄想だけとマダケと八九見比べるときはこのね、節を見れば分かる。これ切るの大変でしょ。はい。ね。大きいし重たいしね。けどまだこの辺の妄想だけは小さいですけど、この竹ってもともと南方系ですから、九州とか行くとこんな、もうすごい大きなやつが。筋がついてるでしょ。これでもやっぱ竹が降りた証ですね。皆さんが今入ってもらったこの竹林がね、虎竹の竹林です。日本でも世界でもここにしかない竹林。今この上をずっと見て、どう思います皆さん。白い。竹が白いってこと？はい。若い。若い。竹若い。どうしてわかるの？小さいから。あ、小さいかな。なるほど。勾配が。
勾配はきつい。はい。皆さんがいつも切っている妄想に比べたら、これ破竹の仲間なんで、背が低いんですよ。で、直径も小さい。ただほんで破竹でもね、竹林によるんですよ。ここは割と細い竹が多くて、別の山に行くともっと太い竹があったりします。ほんでね、さっき誰かきついって言うのは誰？きついって。勾配がきつい。はい。ね勾配きつくてここまでどうやって上がってくるの？しんどい。ねここは、この辺りで一番近い竹林。皆さんみたいな見学の方が一番来やすい竹林です。山の職人は、こっからさらに30分、40分、上に上がって竹切ります。大変でしょ？一本一本下ろすことできないんで、ああいった機械に、20足ぐらいを固めて、積み下ろしをしてます。それと、白いって言ってたけど、この竹とかもね、やっぱ白いもやがかかってるのが破竹の特徴なんでね、見た感じ大体こう白っぽく見えるんですよ。ところが、これが油抜きしたら、さっき見た虎模様になるということと、竹ってね、油分がすごい多いから。一回火がつくと消せないぐらい。白いのって油分。油分、漏質ですね。で、油分はこの竹の中にあります。で、熱を加えると、この中の油分が吹き上がってくるんですよ。で、それで吹き上げていく。ほんで、ほら、かぐや姫の話知ってます？かぐや姫。かぐや姫が生まれたの竹でしょ？で、僕が思ってるのはこの竹だと思ってるんですよ。かぐや姫が生まれた竹。これ火が当たったらね、この白さが、まるで本当に輝いてるように見えるときあるから。ほんまや。ほんま言うたら、ほら、嬉しいね。皆さんがいつも見てる竹林と、ここの竹林の一番大きな違い何ですか？量。そうです、量です。竹林管理の基本を言う直から皆さんよう覚えておいてください。傘を差して、竹林を歩けるぐらいの間隔がちょうどの間隔です。皆さんのところの近くに生えてる妄想だけいっぱい生えてない？めっちゃ入ってます。生えてるでしょ？で、入ったらうっそうとして薄暗くない？はい。ここどはい。う？明るいでしょ？明るくと日差しも入る。で、やぶかがいっぱいで、竹林ってなんやこれ。薄暗くて、蚊がいっぱいで。ところが、ここね、都会の人とか連れてくるの。蚊が全然いないねって言うんですよ。やっぱりその竹林って適正に管理するっていうのは大事だなといつも思うんですけど、この地域でずっと竹って守られてきたんで、江戸時代から。最近になって見学とか、こういった竹の仕事って見てもらうことが必要だと思ったんで、皆さんたくさん入れるようになったんやけど、それまで誰も入れなかったんですよ。ここに生えてる竹は、全部がその竹製品とか竹細工になるための竹っていうことなんですよ。多分皆さんの見るのは、海外で作られた竹のカゴだとか竹のザルが多いと思うんですけど、まだ日本でもやっぱそういったザルとかカゴとか作ってる職人さんっていっぱいいるんですよ。この竹の虎竹の里の文化を守っていこうと思って今、頑張ってやってるとこです。この山の仕事、竹の業界の竹を切って出す、この一番底辺の仕事を支えてくれる職人さんが今一番いないんですよ。みんなここ来たら、気持ちがいい、心安らぐってみんな言うんです。それは、やっぱその日本人の DNA にこの竹の文化が入ってるからじゃないかなと僕は思ってます。虎竹っていうのがどうしてできるかっていうと、皆さんのこの立ってるこの土にね、特殊なバクテリアが生きてるんですよ。で、ここの地域でしかない細菌があって、で、それがこの模様をつけてるって言われてる。これね、実は稲の仲間なんですよ。こういったこのマダケとかハチクはね、120年に1回花が咲く。咲いた花がまさに稲そのものです。稲ってどこのお米が美味しい？寒暖差がお米にものすごく大事や。同じ稲科の竹もそうなんですよ。あったかいばっかりではいい竹にならないの。で、寒いばっかりでも育たない。で、この地域のね、言い伝えでね、霜が降りたら虎の色が来るって言われたんですよ。ここ5年、10年、15年。もうすぐ温暖化であったかい。冬でも寒くない。そうするとやっぱりこの模様がつかなくなって、やっぱこの温暖化とか、この気温の差というのがこの竹に随分影響あるんだなと、最近思ってね、危惧してます。で、なかなかこの色のつきの悪い竹の活用に、うちなんかも今困ってる。細くても関係ないんですよ。細くても太くても、もう竹はもう全部3ヶ月で大きくなりきるから。その春に生えた竹か、1年か2年か3年かっていうのは分からない。全部大きさ同じですから。色づきとか硬さとかが変わります。成長が早いから、その継続利用可能な唯一の天然資源言われて、車のその内装材にプラスチックと混ぜて竹の粉を。竹って実はすごいんですよ。竹のフローリングとかが増えてきたのもそういった環境の配慮してるんです。
竹林見学の説明終わりました。西条農業高校の皆さん。若いっていいですね。元気で。さっき山であった竹を切って、いい竹だけをここ入れていきます。で、これがほら、さっき皆さんが竹林で見てもらった竹、晩秋から虎竹の場合だと1月末までしか切りません。で、山で切った竹を、これも見てもらったらわかるけど、全部色がついてるでしょ。うっすら色ついてますよね。で、この色付きを、さらにこういった、くっきりした美しさにするのに使うのがこれです。ガスバーナー。これガスバーナーの火がバーッここから出てですね、この釜が700度になるんですよ。で、700度になるこの熱入れたら、この竹がですよ、もう油分が吹き出してきて、もう綺麗なこういった模様がついた竹になります。で、こういった加工を必ずここでやる。まっすぐ竹なんか一本もないんですよ。全部曲がってるの。でその曲がってる竹を、竹が熱いうちに全部矯正していきます。これザル作ってます。丈夫な竹なので、もともと高知県なんかでは妄想竹をこういったザルに使うっていう文化があるので、それを継承して妄想竹を使った竹ザル作りをやってます。これ何使うかわかる？お遍路さんかぶる。こう。そうです。干しザルです。よく皆さん大根干したやつとか食べません？そんなのよく使うの。多分ホームセンター行ったらこういったザルってたくさん売ってますよね。海外のものじゃなくて、日本でちゃんと作られた、日本の伝統で作られた安心安全な薬剤を使ってない竹の製品が欲しいということで、こういったものは結構見直されて、枠入れる前こんなんですよ。こういったその一枚のシートみたいなものを作って、でそれをこう半分に切って、丸く切って、で枠をはめるとこうになる。こういった編み方ね、網代編みっていうんだけど、それをこうやって今割ってるでしょ。これ割って、で、薄くすると、こういったしなりがある。しなりのあるものになる。で、竹ってね、すごい面白い特質があって、竹のままで使うと硬くて直進性があるんやけど、薄くすると、こういったしなりが出るんですよ。つまり、5と10っていう相反する性質を合わせ持った性質なんです。だから竹って素晴らしいんですよ。植林とかしなくても、地下茎がどんどん生えて、いくらでも生えるんやから、竹って。でそれが素晴らしいところなんですよ。地下茎って話したけど、地震の時に竹林に逃げろって言われてない？嘘じゃないですよ。それは、嘘っていうのは、今の皆さんが言ってるような生えすぎて、手入れされてない竹林では根浅って言って、根が浅くなって、逆に地滑りしやすくなってるんですよ。昔から地震の時は竹林に逃げろ。これはちゃんとした手入れされてきた。日本人と竹っていうのはもうずっと密接な関係できれいに手入れされてきたからね。そういったところではそういったことが生きてるんです。適正に管理されているので、地下茎がぎっしり入って、まさに天然の鉄筋コンクリートと言われてるの。で、いくら雨が降っても地滑りしない。地震が起こっても、あそこに逃げれば安心だ。吉野川で高速道路走ったら、両側にずーっと畑の竹林が広がってますよ。大雨が降った時に洪水を防ぐためです。わざわざ植えてるの、ガーッと。で、そんなとこ、高知県いっぱいです。高知県は皆さんのところと違って雨が多いんでね、蓬莱地区とかって言って、また別の竹があるんやけど、根ががっしり固まった竹を、川の流れの強いところに全部植えてる。だから竹っていうのはね、細工にもなるし、皆さんが竹の子さっき掘り言ったご飯にもなるし、それから繊維にもなるし、それから防災にも役立ってきたんですよ。竹すごくない？これね、電気自動車なんですよ。これなんで電気自動車にしたかっていうと、やっぱ竹ってエコなもんで、環境に優しいから電気自動車にしたの。で、皆さん竹って言うても全然関心ないんやけど、実際こうやって走り出したらわーって言うじゃん。で、一人でも多くの方に竹の可能性とか、竹っていうのを知ってもらいたくてこういった車を作りました。横浜まで行きました。メキシコにも行きました。で、メキシコに行ってメキシコを走ったりとかね。で、そういったことをしてですね、こういった虎竹を皆さんに知ってもらうっていうことをやってます。で、これ、やたらみって言ってね、素晴らしいでしょ、この曲線。こういったの、やっぱこの曲線を表現するやたらみっていうのしかないんですけど。で、これいろいろ名前書いてるやん。これ全部クラウドファンディングで協力してくれた人。充電してるんですよ。コンビニとかで。させてもらうの。そしたら皆さん見た若い人が、いやいや、これ何すごいねって言ってきて、虎竹の話とかできるじゃないですか。そういったことで作って、で走っていきます。令和1255って言ってね、虎竹の、坂道レース用の車、
作って、この間スペイン行ってきました。まあ、とにかくやっぱりその、竹の可能性っていうのを世界の人に知ってもらおうと思ってね。で、これ坂道でね、向こうの力持ちが後ろからバーッと押して、坂道をガーッと下って、そのタイムを争うってこと。よく見てもらったらこれ、網代編みっていうこれ細かい技術を使ったりとか、日本の伝統的なやたら編みを使ったりとかっていうことをして、こういった日本のね、文化、竹文化で紹介したいと思ってやってます。伝統的なカゴだとか、ザルだとか。で、まあ、ここに弁当箱とかあるね。こういった弁当箱とかね。だから皆さんが実際の生活で使ってもらえるようなものに結構竹っていうのはね、加工します。これ白竹です。まあ、いわゆる真竹。で、虎竹。やっぱ同じ竹でもこれだけ違う。こういった味の弁当とか見たことない。通気性が良くて、で、朝作ったお弁当が蒸れなくて美味しいということで結構今見直されて使われてます。これ竹の皮で編んだやつです。これはもう履くとほんと気持ちよくてね、フローリングバケとかでよく使ってもらってます。これ中に鉄のフレームが入って、それを竹でやってる。座りやすいやろ？座り心地めっちゃいいです。普通の僕たちの切ってる竹じゃなくて、すごいここにしかない貴重な竹の価値を知れて、こういうすごい作品にも出会えて、そういい体験になりました。ありがとうございました。いや、ありがとうございます。もう若い皆さんにね、いろいろ見てもらって嬉しかったです。また来てください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。気をつけて、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に気持ちのいい生徒さんたちだったですね。なんか若いパワーをもらいました。よかったと思います。ありがとうございました。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。